さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、油を一切使わないマーブルのキャラメルショーンケーキ、こちら作りたいと思います。では皆さん最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これ全卵とお水、ホワイトチョコ、グラニュー糖、ベーキングパウダー、薄力粉、あとキャラメルがこれグラニュー糖と牛乳です。これで作っていきます。はい、じゃあまずキャラメル作っていきます。これお砂糖ですね、少しだけお鍋に入れて火をつけます。で、最初に全部入れちゃうとちょっと砂糖が溶けづらいので、溶けたら入れて溶けたら入れてっていうのを繰り返してください。で、その間にこれ牛乳ですね、これラップをして600ワットのレンジで30秒ぐらいあったかくなればいいので温めておいてください。はい、こんな感じで泡が真ん中にちょっと集まってきたら火を止めます。で、牛乳ですね、ちょっとずつちょっとずつ入れてください。はい、今牛乳全部入ったんですけど、これちょっとこんな感じですね。で、もう一回だけちょっと再加熱して牛乳を入れて固まってしまった部分をちょっと溶かしといてあげます。軽く1回分けば大丈夫です。はい、これちょっと濃厚そうに見えるんですけど、これでキャラメルソースは完成です。これちょっと置いておきます。はい、じゃあシフォンケーキの生地ですね、作っていこうと思います。これホワイトチョコレートに水を加えて温めたいと思います。今日油が一切入らないんですけど、このホワイトチョコレートの油を使って作るのでサラダ油が入ってないです。これめちゃくちゃポイントなんでぜひやってみてください。ちょっと温めておきます。はい、これ薄力粉とベーキングパウダーなんですけど、必ずこれ振るってください。振るわない方も結構いるんですけど、必ず振るってください。振ることによって粉全体が混ざって綺麗にベーキングパウダーの作用が反応します。振るわないと本当に失敗する原因にもなるので必ず振るってください。はい、これ今1回振るったんですけど、これ混ざってるように見えて実は混ざってないんですよ。なので必ず3回程度振るってから粉を準備しておいてください。この後振るっておきます。はい、この後全卵なんですけど、卵黄と卵白に分けていきます。で、卵白はこの後泡立てるのでちょっと大きめのボウルにしてください。こっちは卵黄を入れていきます。はい、この卵白なんですけど、メレンゲにしていきたいと思います。で、お砂糖は必ず最初に全部加えてください。はい。じゃあ、泡立てていきます。はい、泡立ちました。これぐらいですね。もう動かしても、メレンゲが全く動かないぐらい、しっかり泡立ててください。ツヤも出て、いい感じです。これを使っていきます。はい、この後混ぜていくんですけども、この段階でオーブンを180度に予熱してください。焼くのは170です。10度高めに予熱だけしておいてください。じゃあちょっと混ぜていきます。これお水とチョコレートですね。温めておいたものです。これしっかり混ぜてチョコレートを再度溶かします。これ結構湯気が出るぐらいしっかり温めちゃって大丈夫です。で、ここに卵黄を加えていきます。卵黄は油と水を混ぜる効果があるので、ここでしっかりチョコレートと水が混ざってくれます。ここもしっかり混ぜてください。はい、その後ここにふるっておいた粉を一度加えてしまいます。これも泡立て器でしっかり混ぜてください。はい、見てください。これ混ぜすぎとか全然ないんで気にせず、もうこうやってしっかり混ぜてください。少し熱があったので粉を入れることによって少しネバっとしても全然大丈夫です。ここでしっかり混ぜることによって失敗がなくなるので必ず混ぜてください。はい、こんな感じです。混ざりました。この後メレンゲ混ぜていきます。メレンゲの一部をちょっとこっちに入れて少しこう溶き伸ばしてあげます。そうするとこの後メレンゲと混ざりがすごくいいので、ここもしっかりこうやって混ぜておきます。これの生地をメレンゲの方に加えていきます。はい、今入れた状態ですね。これで真ん中からこうやって下から上下から上っていつも混ぜてるやり方で
混ぜていきます。はい、生地が混ざればこれであとは型に流して焼いていきます。はい、じゃあこの型に流していきます。これね、底が一応取れる型になってます。これで流していきます。大体ですね、半分ぐらいバーッと、これ見てください。まだキャラメル入ってない状態です。これでも大体目分量でいいんですけど、これ今ね、白しか入ってないです。で、ここにさっきのキャラメルを混ぜていきたいと思います。はい、このさっきのキャラメルの方にこの生地を入れて混ぜ合わせていきます。はい、これキャラメルと生地が混ざったベースができました。これを流して焼いていきます。はい、じゃあ生地流していきます。はい、今下にこのバニラの生地と上にキャラメルが入ってるんですけど、竹串で少しだけこうやって混ぜてあげてください。交互に入れる必要は全くなくて、勝手に焼くと熱の対流で混ざってマーブル状に焼けるので、これで OK です。これを天板に乗せて焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。めちゃくちゃいい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃふわふわですよ。綺麗にマーブルにもなってます。ふわふわ。これ家で作れたら最高ですよ。さあ、これポイントのおさらいですね。メレンゲなんですけど、あれ最初から砂糖入れてしっかり泡立ててください。あれが動かないぐらいしっかり立てることによって、これだけふわふわのシフォンケーキができます。あとは温めた卵黄と液体ですね、チョコレートと、あそこに粉を入れてからあれもしっかり混ぜましたよね。皆さん混ぜない方多いんですけど、あれをこうしっかり混ぜて練ってあげることによって、このメレンゲと一緒です。このふわふわ感ができます。ここがこの2点、ここがポイントなので、ぜひやってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、コメントぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。